どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、鶴太郎と申します。よろしくお願いします。集まれ、動物の森実況プレイ。今回はですね、図書館を、作ろうかなと思ってます。外に作る図書館ですね。ちょっとね、いい案がね、思いついたんで、今回はね、それを作っていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。で、作っていく場所としては、ここですね。このわけわからん、常吉オールスターズを破壊して、作っていこうかなと思います。まあ、この施設もね、皆様方々から愛されており、左上に、顔が見えるとか、いうね、コメントを確認しながら、確かにそうやな、とか僕もね、思いながら、見ていたわけなんですけども、これをね、破壊していこうかなと思います。でね、これを作った時にね、これ気づいている方もね、いらっしゃったんですけど、このね、わかるかな、この真ん中の顔面の右側に、実は、シャオシャオがいるっていう、そういう仕掛けだったんですけど、なんかごく一部、気づいてる方もいらっしゃったみたいだけど、大体の人は気づいてないっていうね、僕の遊び心。やっぱね、こういう遊び心好きなんですよね、僕は。多分今後もね、こういう遊び心、どっかに入ってると思うんでね、皆さん、探してみてください。ということで、本日も建築やっていきましょうか。皆さん、秘宝です。なんかね、いろいろ調整をしていたんですけど、彫刻跡地のサイズ感じゃ、僕が作りたい図書館が作れないという結論に、ね、いろいろ調整した結果至ったんで、ちょっとね、新しい場所をね、開拓しようかなと思います。これちょっと無理やなと思って、横幅足らんなって思っちゃったんで、しょうがないな。ライブ会場を破壊して図書館を作っていこうかなと思います。はい。はい、しょうがないっすね。やっていきましょう。
ということで、地形が、完成しました。こんな感じです。どうでしょうかね。だいぶシンプルな感じになっているんじゃないでしょうか。図書館を、作るにあたって結構ね、アイテムを、集めてきました。ちょっと今回ね、使うアイテムが多かったんで、仕分けを、しておきました。イメージとしては、オックスフォード大学の図書館のイメージだったんですけど、ちょっと無理そうだったんで、まあ、いろいろ変えながらやっていきます。まずは一応室内っていう設定なんで、至るところをね、木の床に、変えていきます。で、このくぼみが空いているところは、石畳を下に敷いていきます。で、このくぼみ、何かっていうと、今回はね、この檻っていうのを、入り口に使っていこうかなと思います。ちょっとなんかこう、硬い感じのさ、図書館ってさ、ちょっとこういう檻っぽい入り口だったりするじゃないですか。そういうのを意識して、これを使っていきます。これを、くぼみに入れてあげて、まあこう入り口感みたいな、そういう感じですね。で、ここに、坂を作っていきます。2段型の図書館ですね。ここはまあ木のこの階段ですね。あとは、本棚を、実際に置いていきます。これ本棚ね、マジで1個だけ問題があって、これね、わかるかな？崖の高さ超えてるんですよ。この仕様結構辛くて、図書館とか作る上で。なんでちょっと今回は工夫しながら置くっていう形でやっていきます。こういう感じですね。やっぱ、このね、空いている空間がどうしてもね、下から見ると気になっちゃうっていう仕様なんで、なんかこう、図書館作るには不向きだなーってやっぱ思いますね。で、この図書館の、メインと、なる、見せたいものっていう意味合いで、今回は、ペグとロープで、この周りだけ囲っといて、月を置いておきます。なんかこう、天文的な、ブレイン的な、なんか何かしかなっていう意味合いで、今回は、この月っていうのを置いていきます。かっこよくない？これがさ、図書館の、ね、一番奥にあったら、なんかすげえなってなるでしょ。そういう感情を狙っておいてます。いいじゃん。下のこの横の側面に、アンティークな、テーブルを置いて、まあ読書スペースですねを確保しておきます。ちょっと椅子としてはアンティークな椅子のちょっと黒色を採用していきます。なんか全部茶色やとなんか気持ち悪いかなと思ったんで。で今回、この2段目は、ペグと、ロープで敷居を、設けます。2段目にね本棚作るとどうしてもこのね、飛び出てる部分と重なってね、結構違和感が出ちゃうなーって思ったんで、今回は2段目は使わないこのペグとロープをして、この3階の部分に本棚をね、作っていくっていう感じで作っていきます。机の明かりとして使っていくブロックとして、黄金の食台っていうのを使っていきます。かっこいい。なんかハリーポターっぽくない？あとは、本を置いたりして、ちょっとね、物を増やしていきます。小物ですね。積まれた本なんかも置けば、ちょっとなんかこう雑多な感じも出せるかなーっていう感じで、ちょっとちょこちょこ置いておきます。じゃあ、最後は、この本棚っていうのを、置いていきます。実は数が足りてないんですけどね。これ結構やばいよね、これ本棚1個作るのって。本5個と木材10個っていう地獄の数がね、必要なんで、これがね、やばくて。やばさは多分ね、あつ森やってる人にしか伝わんないんですけどね。頑張って置いていきまーす。ということで、図書館が、完成しました。こんな感じです。いやーいやーって感じですね、本当に。いやでもね、これを作るにあたって、こう木材もね、視聴者さんから、提供していただいて、こういう図書館をね、作ることが、できました。本棚がね、合計30、40ぐらいですか。40ぐらいあったんで、木材400個いるっていう地獄だったんで、視聴者様からね、ちょっと助けをもらいつつ、作ることができました。こういう感じですね。どうでしょうかね。
本だけで、周りを固めるとやっぱり寂しいなっていう印象があったんで、こういう月とかを使ってちょっと神秘的な、感じに、してみましたっていう感じですね。結構ね、図書館とか作ろうと思う人多いと思うんですけど、ここまでのね、でかい図書館っていうのはあんまりこうなかったんで、作ってみたっていう感じですね。でちょっと硬い感じのね、図書館にしたいなと思ったんで、こういうアンティーク系の家具を多めに使って、作ってみたっていう感じですね。はい、こんな感じですね。ということで、早速ね、夜も見ていきましょうか。夜は、こんな感じですね。月が光んねんな。知らんかったわ。お、シベリアがくつろいでる。いいね、なんか風情があるね。シベリア似合うね。読んでんのは雑誌やけど。いいね、なんか僕が一箇所だけ置いておいた雑誌の場所にシベリアが座るっていう感じがいいね。どうでしょうか。なんか夜は夜でこうアンティーク系がねちょっと反射するっていう感じがこうちょっと雰囲気が出ているポイントなんじゃないかなというところですね。なんかもともとね図書館を作るにあたってなんだろう、展望台がある天文図書館みたいなのを作ろうかなって思ったんですけどね。なんかこうそれよりもやっぱり先にさ、こういうでかい図書館でみんなをおって言わせたいなっていうそういう感情で、先々にねこういうのを作りました。まあね、天文図書館を作るときは、この図書館を解体して、本をね有効活用しようかなっていうところですね。はい、ということで、今回の動画はここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。